テスラのロボタクシーがオースティンで驚きの展開を見せています。そしてついにインドにも正式に参入。しかも価格はなんと約7万ドル。おはようございます。ケンです。今回はそんなテスラの最新ニュースの中から特に注目すべき3つの動きを取り上げて解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。最初の話題はテスラのロボタクシーについてです。アメリカテキサス州オースティンで運行されているロボタクシーが驚くべきスピードでサービスエリアを展開しています。テスラは2025年6月22日にオースティンでロボタクシーの招待制サービスを開始しましたが、わずか3週間後にはその運行範囲を大きく広げました。現在のカバーエリアは約42平米マイルで、これは競合であるウェイモの37平方マイルを上回る規模となっています。この数字はテスラが自動運転技術に相当な自信を持っていることを示しています。今回の拡張によってテスラのロボタクシーはオースティン中心部だけではなくテキサス大学などの学生エリアや住宅地などより日常的な移動ニーズを含むエリアにまで広がりました。特に通学や通勤に使えるという点でユーザーの実用性が格段に上がります。さらに話題になったのがその運行のマップです。SNS では地図の形が男性器に似ているとしてバズり、テスラのロボタクシーアカウントもハーダー、ベター、ファースター、ストロンガーと意味深な投稿をしています。これがただのジョークではなく、テスラリティの記事では、これは競合へのメッセージ、つまりうちはこれだけの広さを短期間でカバーできるという能力アピールだと分析しています。遊び心に見せつつ、実は強烈なマーケティングでもあるということになります。ちなみに運賃もユニークです。最初は4ドル20セントだったんですけれども、今は6ドル90セントに設定されています。これもイーロン・マスクさんらしい数字のジョークですが、裏には戦略的な価格設定の意図もあるかもしれません。なお、現在はモデル Y が10から20台程度稼働していて、すべてにセーフティーモニターと呼ばれる同乗者が乗っていて、安全確認を行っています。完全な無人化にはまだ時間がかかりそうですが、すでにテスラは商用化に向けて着実に前進しているということがわかります。次の話題はテスラのインド市場への参入についてです。テスラは2025年7月15日、インド・ムンバイのバンドラ・クルラ・コンプレックス、通称 BKC にて国内初のショールームをオープンしました。このエクスペリエンスセンターは単なる展示施設ではなく、市場や購入手続き、そしてブランド体験ができる拠点として注目されています。そして展示されたモデルはモデル Y です。取り扱いは RWD とロングレンジ RWD の2種類で、それぞれの価格は約59.9 ルピーラッハ、そして 67.9 ルピーラッハとなっております。これを日本円に換算すると、なんと約1000万から1170万円です。アメリカでは同じモデル Y が約4万5000ドル程度で販売されていることを考えると、かなりの高額に感じられます。この価格の背景には、インド特有の輸入関税の壁があります。インド政府は EV にも最大で約 70% もの高い関税をかけており、これがそのまま販売価格に反映されています。つまりテスラはまだインドに現地工場を持っていないため、車両はすべて中国の上海工場からの輸入となっているわけです。それでも今回のインド参入は単なる市場テスト以上の意味を持っています。対象となる顧客層はいわゆる富裕層や高級車を好む都市部のユーザー、つまりテスラは最初から大衆向けではなく高級 EV 市場でのブランド確立を目指しているということになります。予約はすでにスタートしていて、予約金は 22,220 ルピーです。RWD の納車は第3四半期、ロングレンジは第4四半期に予定されています。また、ムンバイとデリーにはそれぞれ4カ所程度のスーパーチャージャーやディスティネーションチャージャーを設置する予定です。さらに注目すべきは、インド政府が現地に工場を建設する意思を示せば、関税を 15% まで軽減するという提案をテスラに行っているということです。この動きが実現すれば、テスラがインドでより手頃な価格の EV を展開する未来も見えてくるかもしれません。とはいえ、現時点ではあくまで
限定された富裕層向けの参入という印象が強く、インド全体での爆発的普及にはまだ時間がかかりそうです。それでもインドは世界第3位の自動車市場であり、今後のテスラにとって重要な足がかりになるのは間違いありません。では最後の話題ですけれども、最後の話題はテスラのエネルギー事業についてです。テスラはまだ車のイメージが強いですが、実はこのエネルギー事業こそが今後の成長ドライバーになると期待されています。その象徴とも言えるプロジェクトがオーストラリアのクイーンズランド州で始まりました。現地ではかつて稼働していたスタンウェル石炭火力発電所の跡地にテスラの巨大な蓄電池システムメガパック 2XL の導入が始まっています。導入されるメガパックは全部で324ユニット。完成すれば発電容量300メガワット、蓄電容量は1200メガワットアワーという大規模な蓄電システムが誕生します。この数値は自分たちの家庭で使用する電気の何千世帯分にも相当するほどの規模です。このプロジェクトはまさに化石燃料から再生可能エネルギーへと世界的なエネルギー転換の象徴とも言える取り組みです。既存の石炭火力を閉鎖し、その代替としてバッテリーを活用することでクリーンで安定した電力供給を目指しています。現地での試運転は2025年11月を予定していて、完全な稼働は2027年5月が見込まれています。また、建設期間中には約80名の雇用が創出される見通しです。そしてこのプロジェクトで使われるメガパックは、テスラがアメリカカリフォルニア州と中国上海に持つ工場で生産されたものです。実際に上海工場からはすでにオーストラリアへの出荷が始まっていて、今後さらにグローバルな展開が進むと考えられています。つまりテスラは単なる自動車メーカーではなく、車とエネルギーの両輪で世界のインフラを変えようとしているんです。ロボタクシーで移動を変え、メガパックで電力を変える。これこそがイーロン・マスクさんが掲げる持続可能な未来に向けた戦略の一部と言えるでしょう。はい。ということで今回はテスラが進める3つの注目トピックを紹介しました。まず、ロボタクシーの運行エリアがわずか3週間でウェイムを上回ったという話題。単なる技術アピールにとどまらず、SNS でも話題になるような地図の形や運賃設定など、テスラらしい遊び心と戦略が見えました。次はインドへの正式参入。高い関税という大きなハードルがある中でも、あえて高価格帯のモデル Y で富裕層市場を狙うという長期的なブランディングと市場開拓が始まったことがわかります。そして最後にオーストラリアで始まった石炭火力を置き換える巨大バッテリープロジェクト。メガパックを使ってエネルギーのあり方そのものを変えようとしているテスラの姿勢は投資家にとっても見逃せないポイントです。どれも単発のニュースに見えて、実はテスラが進めている大きな未来像の一部です。車、エネルギー、そして AI や自動運転、すべてがつながってテスラという企業の可能性を広げているということが伝わってきます。では、ここで皆さんに質問です。今回紹介した3つの動きの中で皆さんが今一番注目しているのはどれですか？ロボタクシーの進化でしょうか？それともインド市場への展開でしょうか？あるいはエネルギー事業の成長でしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は少し下げて現在313ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。真夏、今一番怖いものって何でしょうか？それは熱中症ではないでしょうか？冷房をガンガン使いたいんだけれども電気代が気になる。冷風が苦手でクーラーを避けてしまう。その結果、室内でも熱中症になる人が後を絶ちません。実際に昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計で約10万人もいたそうです。驚きじゃないですか？でももし冷風がなくて電気代も抑えられて部屋中が快適に保たれる。そんな空調設備があったらちょっと気になりませんか？そしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー株式会社のエコウィンハイブリッドという次世代型の空調装置です。
この装置は輻射熱っていう自然な原理を使って夏は涼しく冬は暖かくするんです。実際に僕は体感しましたけれども、これは本当にね、未来の空調だと思います。そしてこれは僕がどれだけ口で言ったとしてもなかなか伝わらないので、これは実際に体感してもらうのが一番です。そしてこの真夏の今体感するっていうのが一番いいと思いまして、エコファクトリーの方にお願いし、特別なイベントを開催することになりました。熊本の本社で7月27日にエコウィンハイブリッドの体感会を行います。東京の支社の方も予定していたんですけれども、おかげさまで定員数に達しましたので、募集終了となっております。熊本に関してはまだまだ大丈夫なので、ぜひこのめちゃくちゃ暑い真夏に輻射熱体感されてみてください。こんなに快適なんだっていうのを実感してもらえると思います。輻射熱は本当にね、今体感するのがベストです。ぜひエコな快適空間としてご自身の体で体感されてみてください。参加希望の方は僕の公式 LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。